いつも動画拝見してます。ありがとうございます。私は4ヶ月弱前にポケスリを始めた初心者なのですが、攻略サイトなどで調べたところ、お鍋の子が有用だという情報を耳にしました。ってことで、私が返事するの遅すぎてもう半年前ぐらいになってるでしょうかね。実は数日前、良さげな EV を捕まえることができました。将来お鍋要員になれるということで、EV の進化先としては、ブースターかグレイシアに進化させてあげようと思ってます。パルさんはブースターを育成されているようでしたが、グレイシアではなくブースターにしたきっかけとかってありますか？進化先の参考にさせていただければ幸いです。これからも動画投稿楽しみにしています。ありがとうございます。ってことで、ブースターにしたきっかけ、確かね、当時トープ洞窟にいたからとかだったと思います。マジでうちのブースターミミミちゃんというんですけれども、かなり付き合いが長くてですね、リリースから1ヶ月半ぐらいで出会った子なんですよね。で、当時はトープデザートがめちゃめちゃきつい環境でして、ブースターのミルクがなんだかんだ重宝したという記憶がありますね。うちのブースター食材確率ダウンなんですけどね。でもね、今思うとね、なんでブースターにしたのかいまいち覚えてないんですよね。まあ本当にはちゃめちゃなタブスキルをしていて、うちのねゲットしてるポケモンの中でもトップクラスのサブスキルなんですけど、ヒーラーもねいなかったので当時ニンフィアとかにしてもよかったんじゃないと思うんですけど、ヒーラーはプクリンを探そうと思ってましたし、エーフィーとかにしなかったのはなんでなんだろう。木の実の数 S なかったからとかかな。メインスキルの種をエナジーのスキルに使うのももったいないと思ってたのかなあとはね、多分コイルがゲットしづらかったみたいなところもあって、鍋拡張担当にしようといったところでブースターにしたような気がします。で、トープが苦手で、ウノハナはトドゼルガがいてくれたのでブースターにしたとかだったんじゃないんですかね全然覚えてないっていうね。で、今ブースターとグレイシアどっちがいいかって聞かれたら、もう進化させてるかもしれないんですけど、割とね即答でグレイシアって言っちゃうかもでもわかんない、どっちがいいんだろう。グレイシアって毎年12月にホリデーイベントが開催されていて、ホリデーでこれまではね、確定で氷タイプのポケモンが強化されるっていうボーナスになってたんですよ。で、ホリデーって夢のかけらが2倍ゲットできる1年の中でも特に重要なイベントっていう位置づけで考えているので、毎年ホリデーで氷タイプが強化されるっていう1点だけでグレイシアを押せる理由になるなとは思ったんですけど、ホリデーが重要すぎるイベントと言っても差し支えないので、結構ね、いいキャンプチケットの使い時なんじゃないかなと思うんですよ。それこそもう無課金で500ダイヤでいいキャンプチケット買って使ってもいいんじゃないかぐらい使うのに適しているタイミングだとは思うんですよね。で、いいキャンプチケット使っちゃうと自動で鍋が大きくなるので、グレイシアが入る隙間がないかもしれないなって考えると、別にかもどっちでもいいかもって思ったんですけど、そういえばね、ありました。確かね、ブースターの方がスキルの期待値低かったと思うんですよね。グレイシアの方が高かったはずで、最大処理数がブースターが19個でグレイシアが17個で、グレイシアの方が所持数的には少ないんですけど、お手伝いスピード低くて、お手伝い1回あたりのスキル発動率がグレイシアの方が高いんですよ。なので、その19個と17個の所持数の中で比べると、確かね、若干グレイシアの方がスキル期待値が高かったみたいな感じだったかなと思うので、睡眠の時にね、所持数がしょっちゅう埋まっちゃうよとか、日中あんまりタップできないよっていう方は、グレイシアにしておく方がごくわずかお得なのかなと思います。本当にビザなので、ぶっちゃけ気にしなくて大丈夫です美女で選んでくださいあとはね、ブースターは炎タイプなので、一応エンテイとは相性がいいんですけど、エンテイ自体がスキルのポケモンとはあんまり相性良くないので、マジでお好みですね
あとは、鍋のポケモン、鍋担当のポケモンが強くなってくるのって、サイズの大きい料理を作れるようになった後だと、個人的には考えてるので、なんなら全然違う進化先にしちゃってもいいんじゃないかなと思います。本当においおい、ゴールドに行った時にコイルを探すとか、エレズン探すとか、アンバー行ってからエレズン探すとか、で、そこまででいい出会いがなかったら、なんか現地で EV 探してもいいかななんて思いますね。本当にブースターもグレイシャーも一応進化アイテムも使っちゃいますしね。それで言ったらジバコイルもそうなんですけど、EV の進化先としては、エーフィーとかニンフィアとかだとアイテムなしで進化させることもできるので、炎の石はね、その分、キューコンの育成に当ててもいいし、氷の石もあれか、アローラキューコンの育成に当ててもいいですしね。なので、誰でもいいと思うぜ。そしてブースターとグレイシャーは、どっちも本当に魅力的な美女のね、ポケモンかなと思いますので、私はね、個人的には本当に結構でかいポケモンが好きなので、ブースターってね、モフモフしてる分若干でかく見えるんですよ、ブイズの中でも。なので、でかめのポケモンの方が好きという方は、ブースターもいかがでしょうか。モフモフ非常に可愛いです。そんな感じで、鍋拡張担当にしてももちろんいいと思いますし、まだね、こだわらずに好きなブイズの進化系にしちゃってもいいんじゃないかなと思います。そんな感じで、またいつでもご質問お待ちしております。何かわからないことあればぜひお気軽に聞いてみてください。返答が遅いんですけれども。ありがとうございました。ということで、ジャッス、パルと申します。今回の無課金初期勢が質問に答えてみたやつ、鍋担当についての質問や育成相談にお答えしていきます。本当にね、あまりにも返事が遅くなりすぎており、大変申し訳ないです。ちょっとね、少しずつお返事していこうかなと思います。それでは、お次参ります。プレパス買ったり買わなかったり勢です。いいね。初期からやってるんですが、未だに鍋拡張要員がいません。キャンチケの時のみでかい料理を作ってるんですが、やっぱり厳選した方がいいんでしょうかってことで、別にしなくてもいいんじゃない？これね、初期勢ってことで、おそらくこれまで料理メインな感じでは遊ばれてきてないんだろうなと思うんですけど、多分ね、普段の今までやられている遊び方と鍋をでかくして料理するっていう遊び方、全然違うものになるんじゃないかなと思うんですよね。本当に毎回鍋拡張して、例えば料理チャンスの大成功確率を 20% とか 30% に保って、で1食100個以上のね食材を集めて、なんなら鍋拡張の重ね掛けもして料理を作るって、普通にめちゃくちゃめんどくさいと思うんですよ。私はね、なんかもうラピスラズリコ班ぐらいの時からそんな感じだったかなと思うので、慣れきっているというか、逆にね、今まさに若草 EX で木の実エナジー 2.4 倍ですよ、スキルのポケモンの木の実プラス1個ですよって言われて、料理より木の実優先した方がいいのかなみたいにちょっとわけわかんなくなってるんですけど、今のご自身のね遊び方に不満がなければ特にいなくてもいいのかなとは思いました。でもね、新しいことに挑戦するのも楽しいとは思うので、ちょっとやってみるっていうのも新鮮なんじゃないかなと思いますし、でかい料理をキャンチケの時は作っているっていうことで、日曜日にレシピレベル上げとかはされてたりするんですかね。そこが、じゃあ例えば日曜日以外でもレシピレベルを上げるのに使えたりとか、それこそね、月曜日にでかくて強い料理を作るだけでも即座にエナジー的な恩恵あるかと思うので、ちょっとピンポイントで採用してみるとかでもいいのかなと思います。そういうピンポイントでもいてくれれば遊びの幅を広げてもらえるかなとは思うので、結構おすすめかなとは思いました。私がね、常に編成するのが日常すぎたんですけど、それも一つ凝り固まった遊び方ですね。それこそね、今ですとボーマンダとかレントラマスカーニャとかいてくれてるので、まずはね、そういうポケモンたちから鍋拡張の重ね掛けとかででかい料理作ってみるみたいな部分から始めてみるのもいいかもしれませんね。でもっとちゃんと作りたくなったらスキルの鍋担当を探してみるっていうステップ踏んでみるのも悪くないんじゃないかなと思います。そんな感じで、特にいなくても問題ないのかなとは思うんですけど、新しい遊び方を
試すのも新鮮だぜってことでいかがでしょうかご質問ありがとうございました。お次に参ります。パルさんこんにちは。こんにちは。いつも動画でポケモンスリープの攻略を参考にさせていただいてます。今回は現在育成中のジバコイルと新しく引いたコイルのどちらを育成すべきかアドバイスをいただきたくご連絡しました。現在以下の2体で悩んでいます。個体 A 育成済みのジバコイル、レベル31、メインスキルレベル4、メインスキルの種1つ使用済み、性格おとなしい、スキル確率アップ元気ダウンですね。サブスキルレベル10、スキル確率アップ S、レベル25、最大種類数アップ S、レベル50、スキル確率アップ M、バケモン、スキル全盛りのバケモンジバコイルと。で、個体 B、捕獲したばかりの色違いコイル、レベル14、性格せっかち、EXP 獲得量アップ元気ダウン。で、サブスキルはレベル10、スキル確率アップ M、レベル25、お手伝いスピード M、レベル50、お手伝いボーナスの色違いコイル、バケモンどちらもバケモンということで、相談内容。現在、鍋拡張役としては、スキルレベル4のグレイシアとスキルレベル2のストリンダー、ローをすでに運用しています。もともとは個体 A のジバコイルを育てていく予定、メインスキルの種も検討でしたが、非常に優秀な個体 B のお手ぼ持ち色違いを引いたことで育成を乗り換えるべきか迷ってます。そりゃ迷うよね。すでに種を1つ使っている個体 A をこのままレベル50スキルままで育てるべきか、それとも長期的なチーム全体の貢献度を考えて個体 B に乗り換えて一から育て直すべきか。パルさんならこの2体どちらにメインスキルの種を投下しますか？お忙しいところ恐縮ですがご意見いただけますと幸いです。ということで、あまりにも遅くなりましたけれども、ちょっとね考えてみたいなと思います。後から優秀なお手伝いボーナス持ちかつ色違いが来ちゃったみたいな話なんですけど、これねあんまりにも難しくて本当にちょっとね難しすぎて先にツールでちょろっと調べてみたんですけど、レベル30の時点で比べるとスキル確率アップ M、 お手伝いスピード M を持ってる色違いの新しいねジバコイルの方がスキル期待値は若干高くなるみたいだよといったところで、それプラスせっかち EXP 獲得量アップでもあるので、それなりに育成も楽だろうし、所持数がねちょっと足らなそうな部分についてはお休みリボンとかをつけるのを狙いつつ、レベル50のお手ぼ解放を目指すのがめちゃくちゃ魅力的には見えるなーっていう見えるなーっていう感じなんですけど、今いる子をレベル50にすればそれだけでめちゃくちゃ強くなるんですよね。で、最大所持数もお手スピもりもり上がってるタイプでもないですし、ジバコイルもともとそれなりに所持数あるので、最大所持数アップ S あればかなり十分だなと思ってたりとか、あとはね日をまたぐ時とかにも強かったりとかして、どっちもねこう若干違う魅力があるんですよね。で今いる子はねすでに育成済みなので、新しく雷の石とかも用意する必要がないみたいな感じで、色違いの子は新たにリソースが必要なんだけど育てやすくて強いと。で、今いる子はすでに育成していてレベル50になればもう十分はちゃめちゃに強いという感じで、どっちがいいかなんですけど、ポイントになってくるのがグレイシアとストリンダーがいるっていうところかなと思って、色違いの子が持ってるそれこそお手伝いボーナスをちょっとね高く評価してもいいのかなとは思いました。このお手伝いボーナスが他の鍋ポケモンを強化することにもつながりますしね、なんなら今のジバコイルにも入ってもらえて鍋4枚耐性にすることができるので、例えば鍋拡張の重ね掛けが必要なタイミングにはね一斉に入ってもらったりとか、今この瞬間誰でもいいから1回だけ鍋拡張してほしいみたいな瞬間とかもあったりすると思うんですよね。あとは週末の鍋拡張のタイミングとかでもお手伝いボーナスを間接的にこの鍋スキル全体に貢献させているみたいな評価をしてもいいんじゃないかなと思ったので、してもいいんじゃないかなっていう感じなんですよね。本当にねちょっとねそこまで含めてめちゃくちゃむずいあとはもう本当にどれくらい鍋拡張の重ね掛けが必要なのかっていう話に
なってくるかなとは思っていて、ぶっちゃけ本当に今の子を育て続けるのでも言うて鍋足りると思うんですよね、大体の場合において。なので必要になったら色違い育てますでも色違い育てたいしな、もうそこまで来るとね結構感情ぐらいちょっとこれねめちゃくちゃむずいなと思いましたね。でメインスキルの種をどっちに使うかという質問でもあるんですが、いやどっちだろう。お手棒の子かな。ここもねめちゃくちゃ難しい話なんですけど、色違いの子はお手伝いスピードも言うて上がってるので多少は食材の量とかも増えると多少なんですけどなのでベースでね入ってもらうのはお手棒もあって強いから色違いの子かなみたいなイメージで今喋ってます。ぶっちゃけね本当にスキルさっさと発動してもらって食材のポケモンにバトンタッチすりゃいいといえばそうなのでねえで今いる子の方が、重ね掛けが必要な時だけとかスッと出てきてもらってさっと仕事をこなしてくれるようなそんな感じに最終的にはなるのかなと思うんですけど、もう本当に色違いのジバコイルのねちょっとシルバーっぽいというかゴールドっぽいあの色味が好きなら色違いでどうでしょういや本当にねもうそれくらいの趣味の範囲で決めるのむずいんだけど、そんな感じなんじゃないかなと思うので、色違いが好きとかお手伝いボーナスが好きとかそうじゃなかったらもう一匹ジバコイルが必要だなと思った時に育てるのでいいのかなとは思いました。その上でメインスキルの種も必要だなと思ったら使うんでいいんじゃないかなほぼ丸投げっていうねそれで悩んでくれてるから聞いてくれてるのに、あまりにもむずいけど本当にどちらもめちゃくちゃ強いといますあとは個人的には鍋拡張担当はいっぱいいて困ることはないんじゃないかなと思ってます。実際私サブアカ、ジバコイル、ブースター、レントラー、マスカーニャ、ボーマンダ、マスカーニャとかいるので言い過ぎなんだけどこれはあまりにもね、本当に鍋拡張の重ね掛け前提で普段から料理するぜってなったらいっぱいいてもいいと思うぜそんな感じでいかがでしょうかご質問ありがとうございましたと今回は鍋担当について全3件でした。私ねもともと特定のフィールドでより活躍できる木の実のポケモンよりはあらゆるフィールドで活躍できる食材のポケモンを育てる方が無課金のリソース的に合ってるのかなと、実際合ってるのかどうか謎なんですけど、あとは日中にねあんまりタップできない方とかは木の実中心の方が良かろうと思ってるんですけど、一応食材中心にやった方がいいのかなと思ってここまでやってきちゃったので、だいぶね料理寄りで遊んでる人間ですし、実際ねデデンネとか鍋拡張のポケモンをおすすめしたりとかもそれなりにしてるんですけど、最終的に自分のプレイスタイルに合うのかどうかっていうのが一番だと思ってますし、それこそアンバーに来てベースの鍋が大きくなったくらいまではでかい料理なくても全く問題ないんじゃないかとか思ってたり、本当に鍋拡張はね遊び方拡張キットみたいなものだと思ってる節があるので、鍋の拡張は遊び方の拡張でもあるということで、新しいことを試してみたいなとか、それこそ木の実のポケモンの厳選が終わったから次のステップに移ってみようかなみたいな、そういうタイミングでね検討してもらえたらいいんじゃないかなと思ってます。はい、そんなわけで、返信があまりにも遅いことでおなじみなんですけれども、何かしらご質問ございましたら概要欄コメント欄の URL からお送りいただけたらと思います。もしお急ぎのご質問ございましたらモンドのスーパーレター的なやつをご利用いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。そんな無課金初期勢が質問に答えてみるやつ鍋担当編でした。まだまだね質問溜まってますのでちょこちょこ動画作りたいと思います。
ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。いつもたくさんの反応、本当にありがとうございます。ちゃんと届いております。励みになってます。それではね、ラティアスリサーチも気づけば折り返しきってしまいましたので、急いで返答していきたいと思います。こういう機会にね、本当にスキルのポケモンを試すことができるっていうのはね、めちゃめちゃありがたいなと思ってるので、スキルレベルもりもり系のイベントをマジで定期的に開催していただけませんか、運営さん。ねえ、よければ何卒よろしくお願いいたします。それでは今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。